はい、それではニューラランプモデラーお試し見る VST プラグイン編やってみたいと思います。それでは行ってみましょう。前回何もインストールしたんですけど VST プラグインはどこにインストールされているのかっていう話なんですけど、このプログラムファイルズフォルダ、この中にこれコモンファイルズね、このさらに VST3 この中にですね、このニューラルアンプモデラ VST3 これが入ってます。さらにフォルダを開けていくと、はい、ここに入ってますね。でここ皆さんここに入るんかあんまり自信ないんで、わからない人はC ドライブを選んだここでファイル名で検索したら多分見つかると思うんでね、やってみてください。でTTM ギタリストの方あまり分かってない方もいらっしゃるかもしれないんで、ちょっと簡単に仕組みですよね。どうなってんのか。ギターは皆さん持っておられると。このオーディオインターフェースとパソコン、これを USB でつないで、これは基本ですよね。でギターからケーブルでオーディオインターフェース、楽器用の入力に入れますと。これはもうインターフェースによってちょっと設定が違うんでね。でこの音がですね、ギターからインターフェース入って PC に音声が入ると。でこのねインターフェースのドライバー、足尾ドライバーを伝って DAW ソフトに入ると。でここで加工がなされて足尾ドライバーをまた通って PC に戻ってきて、で外部スピーカーから音が出ると。簡単に言ったらこんな仕組みになってるんで、まずこれは頭にね入れておいてください。でですね、パソコンのちょっと設定やっといた方がいいんじゃないかっていう、このサウンドっていうところを選んでいただいて、下の方にサウンドの詳細設定があります。するとこういう、のが出てくるんですけど、これ今タスカムね使ってるんで、私の場合はでこの詳細、ここで要はどういう音質で再生するのか、これはもう24ビットの 48kHz で、録音も同じように24ビットの48というふうに揃えておいたら分かりやすいんじゃないかなと思います。でですね、これが DAW ソフト、私リーパーなんですけど、これを開けて、これも最初の設定がありまして、この音声デバイス設定で、当然これは足をね使って、でオーディオインターフェースの付属のこの足をですね、これを使いますよと。もうこれが基本、インアウトが2つずつありますと。こんな感じで、今度足尾設定、これはタスカムの足尾ドライバーの設定です。こんな感じで、まずインのワンツーでモノで入れるのかステレオで入れるのか、これはお好きなように設定していただいて、あとね、これはたまたまジャックが2つあるんで、今ギターだけなんで1だけオンにしてますけど、マイクつなぎたい人はここと、あとアウトも2つあります。このモニターミックスというのはね、こうループバックっていう機能を使って、演奏を聴きながらね自分のギター弾くとか、そういった用途で使う場合に使うんですけども、通常はもうコンピューターアウトで大丈夫かなと思います。あとこのバッファーサイズっていうのは、これは何かというと、簡単に言いますと、ここの数字が小さいほどギター弾いてすぐ音が出るっていうことですね。処理された音が出る。
だからあんまり、もちろん小さい方がいいんですけど、小さくしすぎると、DAW ソフトとか、VST プラグインがうまく作動しないこともあるんで、落としどころを探すという感じですよね。私の場合はだいたい64サンプルで使ったらいけてるかなっていうことなんで64にしてます。はい。ここはもう各自設定を試してみるっていうことになるかと思います。はい。でもう一つ、この VST プラグインのいろんな設定がありまして、はい、ここにパス一覧の編集っていう、要はこの DAW を起動した時にこの中にこのフォルダ全部探しに行くいうことなんですね。でNAM はここのコモンファイルズの VST3 に入ってるんで、もうすでに読み込まれてるはずです。はい。ね、で心配な方はですね、ここからもう一遍再スキャンできるんで、はい、再スキャンとすると読み込まれてるはずやと、こういうことですね。であともう一つ設定としては、このプロジェクト設定、これですね。はい。ここはウェブは24ビット PCM にしといて、この、デフォルトのレンダリング、これは32ビットフロート、不動小数点ってやつなんですけど、これが大体デフォルトなんで、この辺でいいかなと、はい思います。それではまずトラックをちょっと1個作ります。はい。で名前どうしましょう。ギタートラックと、例えば名前つけて、はい。でここに FX っていうこれがいわゆる VST プラグインを呼び出すボタンです。プラグインがねいっぱい入ってるんですけども、はい。でこの中に、ありましたね、このニューラルアンプモデラー、これを選んで、はい、追加した、はい、出てきましたね。これが今追加された状態。はい。でね、ギター弾く方はあれなんですけど、私が一つ気に入ってるやつ、チューナーなんですけどね、リーパーについてるチューナー一つありまして、これ非常に使いやすいんで愛用してます。ここで名前で絞り込みできるんで、はい、R が多いですね。はい、ここにリチューンっていうのがある。はい、これがチューナーのプラグインです。はい、これをちょっと紹介しますね。これ一番前に移動します。はい。一つチューナー試すんですけども、ここで今度トラックのですね、はい、状態、これ今録音待機状態になってるんですけど、ここをね赤い色にして録音待機状態にしたら音が出ますということですね。はい。でこのチューナーをちょっと試してみたいんですけども、はい、こんな感じで、はい、非常に鋭く反応するんで分かりやすいんですよね。はい、はい、ちょっとこれはおすすめなんでちょっとお話しさせていただきました。それではいよいよNAMねファイル、プロファイルをちょっと読んでいきます。まずね、この今気に入ってるのがこのマーシャル AFD100 っていう AFD モード、
これがまあすごい気に入ってまして、はい。ちょっとギターが下手ですいません。はい、で IR もね読んでみましょうかね。バージョンね 0.71 にアップしたら今まで読めなかったやつも読めるようになったんで、ちょっとこのメッサ SM57 プラス160これねやってみましょう。まあこんな感じですね。いい音ですよね。でね、このダウソフトならではのこれさっきギターこれ録音したんですけどね。で、まあ、これ当然今ナムがかかった状態なんですけども、これオフにできるんですね。でオフで流すとこういうね生音が録音されてます。でオンにするとまあこういう音になります。はい、でですね、さらにこのダウソフトの面白いところはここにこれ今の音ですね。でこれの音にさらにですね別のエフェクトもプラスすることができます。そうですね。そしたらディレイか、まあリバーブでいいですかね。例えばこのリバーブ、はい、タルリバーブっていうこういうフリーのリバーブプラグインがあります。これをちょっとかけてみましょうか。はい、という感じでこんな風にねダウソフトでいろいろ遊べるんで、今これごめんなさい、チューナーとナムとリバーブこの順番でエフェクトをかけてるというところです。はい、まあ、こんな感じでね VST プラグインもぜひお試しください。それではまた。